マハダズゴモーションピクチャー YouTube レッツゴー。はい、ということでね、始まったわけなんですけど、今日はですね、こちらのベース、中古屋さんでね、買ってきたんですけど、めちゃくちゃね、安いベースをね、購入してきました。で、このベースを今日はいきなりなんですけど、魔改造していきたいと思います。ちょっと自分でね、アレンジもちょっと加えて、形をこのまんまでいくのかちょっとわかんないんですけど、作っていきたいと思います。カズコこんな感じでね、ベースのボディとヘッドの部分ね、ちょっと映してみました。ここからちょっと考えていきたいと思います。このヘッドの部分なんですけど、なんかね、自分的にはちょっとパッとしないんで、ここ入れるんかいな。ここ入れない感じですよね、こう。ここスパーンとね、落としたいですね、ここ。シンプルに。けど、この辺もちょっと落としたいよね、なんか、ピューっとね。いや、難しいな、デザインって。こちらね、スズキットのエアプラズマカッターなんですけど、スズキットといえばね、オリジナルラインスタンプがね、発売されました。溶接面のね、キャラなんですけど、こんな感じになっております。興味があればね、この動画説明欄にね、見てもらうとリンクの方ね、貼ってあると思うんで、よかったらね、見てください。で、こんな感じでね、ヘッドの方もね、切断します。
まあ今ね、ボディと、こちらのね、ヘッド部分、ベースのヘッド部分ね、作ったんですけど、まあボディの方はね、まあいいんですよ、ほんで。で、このヘッド部分で、まさかのね、ちょっと形になったんですけど、まあ見方変えるだけでね、ちょっと、なんていうのね、見た目が変わると。まあこの年でね、こんなことしてなかったんですけど、ちょっとね、エロティックな感じのベースになりました。まあ今日はですね、こちらのスズキットのね、100V、200V 兼用、まあティグ溶接機なんですけど、まあスタルゴンがね、活躍する日に、なりますね。まあ、ボディのね、側板の厚みの部分ね、一応ね、設置完了です。で、これ溶接ね、ちょっと考えたんですけど、最初はね、このネックはネックで、溶接して、歪みを抜こうってね、思ったんですけど、もうまとめてね、溶接しちゃいます。で、まあ、最後あんまりひどいね、歪みが出た場合、まあ、歪み抜こうかなって思ってます。まずね、このセンター、まあ、このベース本体のね、センター、今ちょっと合わせてあるんで、ここを起点にしてね、まず仮付けして、まっすぐね、出していきたいと思います。
まあ、こんな感じのイメージでね、ちょっとこのベースをね、作っていきたいと思うんですけど、ただちょっと怖いんが、まあ、このベースね、すべてね、金属なんですよ。まあ、ステンレスなんですけど、ハウリングと雑音、まあ、電気流した時に、ちょっと雑音しないかっていうところが不安なんですけど、普通のね、ベースやったらこの指板っていうのは木材なんですよ。なんでね、まあ、ここ溶接してしまったら、次外すのがちょっとめんどくさいんで、なるのをね、確認してから、まあ、このネックの部分ね、溶接しようかなと、思っております。はい、ということでね、皆さんお疲れ様でした。今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。逆コマネチ。みんな明るく生きてこ。へこんどったらあかんで。この動画がええなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録はよろしく。